ねえ、あちらは暖かいですか？冷たい風は吹いていませんか？止まってしまった私の中の時間で、今もあなたを探しています。あなたもあちらから私を見守っていますよね。ハボー、そこは暖かいですか？私を覚えていますか？ジョホ、私はいつもあなたのそばにいます。窓の外に桜の花びらが舞い散っていますが、私の部屋の時計はあの日から一歩動いていないような気がします。玄関に並んだ主を失ったままの履き古した靴。行ってきますといういつもの低い声が今にも多くの部屋から聞こえてきそうで、思わず振り返ってしまう自分が情けなくて愛おしくて、ただただ胸が締め付けられるのです。朝目が覚めると、隣にいたはずのぬくもりが消えていることに毎朝初めてのように絶望します。あなたの枕に残ったかすかなシャンプーの香りが日が経つにつれて薄れていくのが怖くて、私はその枕を抱きしめたまま声を殺して泣くことしかできません。30年、いえ、それ以上の月日を共に歩んできたのに、どうして神様は私を一人だけこの冷たい世界に残していかれたのでしょうか。キッチンに立てば、あなたの好きだった味噌汁の出汁の匂いが鼻をくすぐります。つい2食分の準備をしてしまい、途中で手が止まる。ああ、もうあなたはいないんだと自分に言い聞かせるたびに、心に冷たい風が吹き抜けます。あんなに当たり前だった日常が、今ではどんなに手を伸ばしても届かない遠い夢のようです。あの時もっと優しくしていれば、あの時ありがとうと目を見て伝えていれば、後悔の波が夜の静寂とともに何度も何度も押し寄せてくるのです。あの日のことは今でも昨日のことのように鮮明に覚えています。あなたの最後の手のぬくもり、力なく握り返してくれたあの感触。大丈夫だよと言いながら、私の心はちぎれそうでした。あの日から私の時間は止まったまま。ただ、あなたがいないという事実だけが刻一刻と残酷に胸に刻まれていくのです。あの日を、あの瞬間を思い出すだけで、今も胸が張り裂けそうに痛むのです。季節は残酷なほど正確に巡り、窓の外の景色は鮮やかな色を塗り替えていきます。でも私の心だけはあの冬の凍てつく空気に閉じ込められたまま。衣替えの時期が来るたびにクローゼットを開けるのが怖くてたまりません。そこにはあなたが愛用していた少し毛玉のついた茶色のセーターが、まだあなたの形を覚えているかのように静かに並んでいるからです。そっと手を伸ばし、その袖口を握りしめてみると、驚くほどはっきりとあなたの匂いがしました。石鹸の香りとあなたがたしなんでいたタバコのほのかな残りが、洗濯しなきゃねと笑いながら言った私の言葉に、まだいいよと照れくさそうに答えたあなたの照れ。笑いが昨日のことのようによみがえります。この匂いまで消えてしまったら、本当にあなたがいなくなってしまうようで、私は顔を埋めて、もう戻らない時間を必死に吸い込みます。外ぞ歩けるば。そんなに泣かないで、あなたらしく生きて。
仲睦まじくある苦労夫婦の姿が目に留まります。以前は私たちもあんな風にいつまでも手をつないであるコーネなんて未来の話をしていたのに、今ではその光景を見るだけで胸の奥を鋭い刃物で刺されたような痛みが走ります。どうして私だけが、という醜い嫉妬が頭をよぎり、そんな自分にまた自己嫌悪に陥る。あなたが隣にいないという現実は、血が立てば立つほど、より重く、より冷たく、私の肩にのしかかってくるのです。季節が変わる匂いがするたびに、胸が締め付けられます。あの日、あなたが最後に見せてくれた、あの穏やかな表情、それを守れなかった、あの日から一歩も前に進めない自分。お父さん、そっちは暖かいですか？私のことを覚えていますか？返事のない問いかけを夕暮れの空に放り投げる毎日がいつまで続くのでしょうか。思い出は美しすぎて、今の私にはあまりにも眩しすぎるのです。今日、引き出しの奥で一通の封筒を見つけました。あなたの汚い字で書かれた古びた手帳の間に挟まっていた私への手紙。そこにはいつも苦労ばかりかけてすまない。隣にいてくれて本当にありがとうとたった一行震える文字で綴られていました。それを見た瞬間、私の胸の中で張り詰めていた糸がぷつりと切れたのです。バカだよ、あなたは。どうして生きてる間に言ってくれなかったの。返事のない部屋で、私は子供のように声を上げて泣きました。一人で食べるご飯の味気なさも、夜の静寂が突き刺すような痛みも、全部我慢してきたのに、この小さな紙切れ一枚が、私の心の堤防を一瞬で壊してしまったのです。床に崩れ落ち、あなたの名前を何度も呼びましたが、帰ってくるのは冷たい壁の反響だけでした。なぜ、もっと早く気づかなかったのでしょう。あなたの不器用な優しさが、どれほど私を支えてくれていたのかを、ごめんなさいという言葉が、喉の奥で使えて声になりません。会いたい。もう一度だけでいいから、その大きな手で私の頭を撫でてほしい。冷たくなったあなたの遺影を抱きしめても、伝わってくるのはガラスの冷たさだけ。こんなに苦しいなら、いっそあなたの後を追っていけたらと。暗闇の中で、私はただ絶望という名の淵をうろつい続けるのです。激しい涙の跡が乾くと、部屋には以前よりも深い静寂が訪れました。泣き叫んでも、せめても、あなたは戻ってこない。その冷酷な事実を、私はようやく身体の芯で受け入れ始めたのかもしれません。最近では、一人で飲むお茶の苦みにも、隣に誰もいない食卓の広さにも、少しずつ慣れていく自分がいます。それがあなたを忘れていくようで、何よりも恐ろしいのです。孤独湯はいつの間にか私の影のように隣に寄り添うようになりました。買い物に行けば無意識にあなたの好物を手に取り、またそっと棚に戻す。テレビを眺めては面白い場面で隣に話しかけようとして空気に言葉を投げかける。ねえ、お父さんと呼びかけて帰ってくるのは時計の刻む音だけ。この孤独という名の友人は私から光を奪う代わりにあなたとの思い出をより鮮明に心の奥底に刻み込んでいくのです。時々ふと思うのです。
もし残されたのが私ではなくあなただったなら、あなたは私のように泣いてくれたでしょうか。それとももっと上手に笑って過ごせたでしょうか。そう思うと、一人で残されたこの痛みさえ、あなたに味合わせなくてよかったと、少しだけ救われた気持ちになるのです。悲しみは消えませんが、それはあなたが私の中に生きている証。この消えない痛みを抱きしめて、私は今日も明日という名の孤独な道を歩き出します。ある晴れた朝、ベランダに出ると、あなたが大切に育てていた古い鉢植えに小さな花のつぼみがついているのを見つけました。あの日から水をやるのも忘れていたのに、命は静かに、でも力強く、明日へ向かおうとしていたのです。その小さな緑の息吹を見た瞬間、ああ、あなたは今もここにいるんだと、風が頬を撫でたような気がしました。あなたが残したのは、悲しみだけではありませんでした。私と共に生きた、輝かしい時間のかけらたちが、家中の至るところで私を励ましてくれていたのです。押し入れの奥に眠っていた古いアルバムを広げてみました。そこには若かりし日の私たちが眩しいほどの笑顔で写っています。写真の中のあなたはまるで行き詰まった私にそんなに泣かないで君らしく生きてと笑いかけているようです。あなたが私にくれた最大の贈り物はこの30年間の愛された記憶そのものでした。その記憶がある限り、私は決して一人ではない。あなたの愛が私のこれからの人生を照らす灯台になってくれるのだと、ようやく気づくことができたのです。止まっていた時計の針を自分の手で進めてみました。カチッという小さな音は、新しい一歩を踏み出す私の心の鼓動のようです。相変わらず寂しさは隣にいますが、それはもう私を苦しめる棘ではありません。あなたとの思い出を抱きしめて、今日という一日を丁寧に生きること。それが先に行ったあなたへの私にできる唯一の恩返しだと思うから。お父さん、見ていてね。私はもう少しこちらで頑張ってみるから。空を見上げる私の瞳には、久しぶりに透明な光が宿っていました。朝の光が部屋に差し込み、湯気の立つお茶の香りが静かに広がります。一人で座る食卓は相変わらず少し広すぎますが、今はその空いたスペースに、あなたが微笑んで座っているような気がするのです。おいしいねと心の中で語りかけると、風に揺れるカーテンが優しく返事をしてくれる。悲しみは消えたわけではありません。それは私の一部として、温かい体温のように私の中に溶け込んでいきました。ハボーそこは暖かいですか？私を覚えていますか？情報私はいつもあなたのそばにいます。最近、外に出るのが少し楽しくなりました。あなたが大好きだったあの公園のベンチ。一人で座って目を閉じると、隣に座るあなたの肩の重みを感じるような気がします。お父さん、今日は空が青いですよ。あそこに、あなたの好きだった鳥がいますよ。心の中の会話は、孤独を彩る魔法のように、私の毎日を少しずつ鮮やかに変えてくれました。離れていても、私たちはつながっている。姿は見えなくても、愛は消えない。その確信が、震えていた私の足を、一歩、また一歩と前へと進ませてくれるのです。人はいつか、誰もが一人になります。でも、その一人は、
決して孤立ではありません。あなたと紡いできた30年の歳月が、今の私を優しく包む鎧となり、杖となってくれている。あの日、あんなに胸が痛んで、死ぬことばかり考えていた自分が嘘のように、今はただ、与えられた時間を大切に紡いでいこうと思えるのです。次にあなたに会ったとき、よく頑張ったねと褒めてもらえるように、私は私だけの時間をあなたの思い出とともに凛として歩んでいこうと思います。空が茜色に染まる頃、私はペンを取ります。届くことのない宛先だと分かっていても、書き留めずにはいられない。あなたへの思い。お父さん、今日は久しぶりに庭の掃除をしましたよ。あなたが植えた梅の木が今年も立派な枝を伸ばしています。手紙を書く時間は私にとってあなたと手をつなぐ唯一の儀式なのです。手紙の最後にはいつも同じ言葉を添えます。生まれてきてくれてありがとう。私を見つけてくれてありがとう。そして先に行って私の帰る場所を守っていてくれてありがとう。泣いてばかりいたあの日々はもう遠い記憶。今はあなたと過ごしたすべての瞬間が私の人生の勲章のように誇らしく感じられます。この手紙を風に乗せればいつかあなたのもつへ届くでしょうか。そろそろ筆を置きますね。明日の朝、また新しい太陽が昇るとき、私はあなたの思い出と一緒に力強く目覚めるでしょう。いつかその日が来たら、サンズの川の向こうで、あの頃と同じ照れくさそうな笑顔で私を待っていてください。その時まで、さようなら。私の愛する人、今日を生きる私をどうか空から見守っていてください。今日も最後まで私の静かな物語に耳を傾けてくださり、本当にありがとうございました。大切な人を失った悲しみは、決して消えることはありません。でも、その痛みさえも、あなたが誰かを深く愛したという何よりの証拠なのです。今夜はどうか、あなたの大切な人のぬくもりを感じながら、穏やかな夢を見てください。もし、この物語があなたの心に少しでも寄り添えたなら、チャンネル登録とグッドボタンをいただけますと、私のこれからの歩みの大きな力になります。また、あなたの胸の中にある大切な人との思い出をコメント欄にそっと残していきませんか。言葉にすることで少しだけ心が軽くなるかもしれません。それではまた次の物語でお会いしましょう。あなたの明日が今日よりも少しだけ優しい光に包まれますように。そのナグはね、溢れるほどの愛の絶えです。無理に止める必要はありませんね。今はただね、その痛みを大切になし、不釣りのかけはない、永遠にあなたの中に生きていますね。ゆっくりでいいして、思い出とともにね、また一歩を踏み出してください。今日も最後まで一緒にいただきありがとうございますね。これからも夕暮れの時間を、はい、一緒に笑いし、一緒に歩いていく仲間として共感できる話をお伝えします。